皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。時間のような独立変数を x、濃度のような従属変数を y で表すとき、束縛のないときの y の自然な変化は、ネイピア数 e の x 乗、すなわち ex 乗で起こります。私も学生の頃そうだったのですが、皆さんもネイピア数を初めて見たとき、この変化がなぜ10の x 乗にならないのだろうかと思ったことでしょう。あるいは多くの人が未だにそう思っているのかもしれません。今日はこの理由を私の解釈を含めて分かりやすくお話しします。1式の微分方程式について考えます。本式は1回の微分方程式で、x に伴う y の変化が y の1乗に比例することを表しています。また、これはある関数 y の微分が全く同じ関数 y になるという興味深い式となっています。この微分方程式に対して特殊解を得るには、必ず微分方程式の回数と同じ数の条件、ここでは1個の条件が必要ですね。そこで、この条件を2式で与えます。これにより、ここに示すような積分が可能となり、順に式を変形します。その結果、特殊解は y イコール ex 乗として与えられます。今回の表題である束縛のない自然な変化は e の x 乗で起こることを理解するには、次の2つのことを知る必要があります。1、1式の解はなぜ e の x 乗で与えられるのか。2、1式はなぜ束縛のない自然の変化を表すのか。最初に1について考えましょう。今求める関数式を3式と置きます。本式が1式の解であるには、3式の y の微分が y、すなわち4式にならなければなりません。面白い式ですね。よって、1式の解を求めるには、4式の関係を満足する定 A を求めればよいことになります。3式、4式には、道の値が1個しかありません。したがって、3式が描く曲線のどこかで3式が4式となる関係を満足する A を決めることができれば、その A は他の X でもこの関係を満足することになりますね。そこで A の値をどの X で決めるかを考えてみましょう。3式と4式を見ると X イコール0が良いことは明らかですね。ここの座標では y イコール1、dy by dx イコール1となります。これにより、4式を与える3式は、x イコール0で y イコール1の値を取り、この点での接線は1の勾配を持つことがわかります。そこで、3式の関数の外形を図1のように描きます。そして、x イコール0で曲線に対して接線 y イコール x プラス1を引きます。次に4式を満足する a の値を推定してみましょう。最初に a イコール2、すなわち5式について考えます。この曲線は図中の青線のようになり、x イコール1において y イコール2の値を取ります。よって5式の x イコール0における接線の勾配は1よりも小さいことが明らかです。次に a イコール3について考えます。
この曲線は図中の緑色の線のようになり、x イコール1において y イコール3の値を取ります。よって、6式の x イコール0における接線の勾配は1より大きいことが明らかです。結果として、4式を満足する a の値は2と3の間にあることがわかります。このような操作を繰り返して間隔を狭めていけば、最終的に a イコール 2.71828 に近い値を求めることができます。ただし、この値を精度よく求めるには別の方法によらなければなりません。そこで 2.71828 を e で表します。これにより3式は y イコール ex 乗と表され、1式の解も ex 乗となります。すなわち、1式の解は10の x 乗の形で与えられません。次に2について考えましょう。実はこのことはすでに化学反応速度式の動画で話しています。具体的に例を挙げて説明した方が分かりやすいので、ここでもそのようにします。物質 A が触媒などの作用を受けて別の物質へ変化するとき、その濃度 CA の時間 t に伴う変化は質量作用の法則により7式で与えられます。また、初期条件を8式で与えます。7式において K は反応速度乗数、N は反応時数を表します。右辺にマイナスがついているのは CA が時間の経過とともに減少することを意味します。空間を動き回る A 分子が互いに影響を及ぼす場合、N は0よりも大きく1よりも小さくなりますが、全く影響を及ぼさずに変化するとき、N イコール1になりましたね。その特殊解は7式と8式から9式で与えられます。これにより A 分子の濃度 CA は E のマイナス KT 乗で減少することがわかります。すなわち9式は束縛がなく自然に変化する A 分子の濃度変化を表しています。これと同じように1式もまた束縛を受けない従属変数 y の変化を表しています。以上をまとめると、1式が束縛のない従属変数の自然な変化を表す式であること、そしてその解が E を定とするべき関数となることから、束縛のない従属変数の自然な変化はE の x 乗で起こるということになります。例として、上述のような物質の濃度が低く、分子同士の相互作用がない状態で変化が起こる一次反応や、放射性物質が放射線を出しながら質量を減少させる変化があります。今回のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画まで皆さんごきげんよう。